おお皆さんこんにちは。小野道久顔が良です。かったですね。今回もですね、添田剛選手をゲストにお迎えしてバックハンドストロークをやっていきたいと思います。添田選手よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。すみません、小ネタ挟みました。はい。お疲れ様です。うまくいきましたね。はい。今回はグランドストロークのバックハンド編ということで、やはり我々いつもやってるんですけどもシングルハンドなので、今日は特にバックハンド両手である添田選手にいろんなことを聞いていきたいと思います。はい、はい。まずグリップですかね。やはり、グリップどんな感じで握ってるんでしょうか。今はこういう感じですね。右手が右手はコンチネンタルに近いですか？薄いですよね。薄い、うん薄い。で左手はこういう感じですね。薄いのかな、どっちかっていうと。全体的にでも最近あんまり厚く握ってる選手、ナダルは結構厚いよね。ナダルはね。今はこれぐらいですね。昔からグリップって変えました？バックは。バックはあんまり変えてないです。変えてない。それ逆にあんまりこう悩みがないとも言えるの。そうですね。別にフォアより考えないんで、ただ変える必要もなかったですし、バックはもともと得意なんで、変えなくてもいいなって感じ。それはもうサーフェスとかによってもう例えば変えないんだ。厚くなることはないですね。なるほど。ちょっと薄くなるときあります。こうちょっと上、こういう風な抜くときはあるんですけど、基本は。見てると僕はもうグリップエンドを完全に隠しちゃうんですけど、右手なんかちょっとねこの余りの部分がありますよね。少し短く持ってる感じかな。このグリップでスピンって打ちます？打てますけどあんまりかけないです。例えばショートクロスとかスピンが必要な時っていうのはこれでもね打てます。打てる。早くこのスイングを早くすればできます。なるほど。じゃああんまりこう一回一回チェンジするっていうのはないですね。そうですね。添田選手のバックハンド見てるとやっぱいい意味で軌道がね低いんですよ。昔対戦してるとこっちがなんていうの、もうちょっと高く弾んでほしいなっていうところがこう低く飛んでくるんで、特に海外の背の高い選手相手にはやっぱ嫌なボール飛んでくんだろうなっていう印象ですね。タイミングが速い、そしてフラットボールってどんどんこう追い込んでいけるショットの一つですからね。Please subscribe。お願いします。いやすごいな。今はねちょっとクロスコートに、このバックのクロスって大事ですもんね。本当にこのプロ同士の試合になればなるほどこのバックでの勝負がまず始まるじゃないですか。フォアに比べると少しやっぱフラット系が強くなってる傾向じゃないですけど、前に行く力は後ろから見てるとものすごいですよね。ラストお願いします。わあすごい。そんななんかねなんて言うんだろうな、僕がこう後ろから見てた感じはフォアよりもちょっと根元に近い、フォアよりもちょっと真ん中に近いところで厚めに捉えてるなっていうのの違いだから、そうするとフォアの方が少しスピン量が多くてバックがちょっとフラットドライブのように飛んでくるから相手としてはやっぱやりづらいよね。僕が見ててこう気になるのは、構えですよね。構えのこのラケットの角度、ここは添田選手独特なこうものがあると思うんですけど、何か意識してることありますか？構えの時ですか？構えのこのテイクバックのとこすごいね、こう以前に聞いた時は顔とラケットがすごく近いぐらい、多分本人はこれが当たり前だからなんだけど、どういう意識を持ってます？テイクバックの時の。やっぱ立ちますよね。こうやって打つ時は低いボールぐらいで、普段はやっぱり基本的にこういうやって打つことはないですよね。ここからここでこうちょっと大げさに言うとこうしなりこう加えて打つのがちょっとイメージ的にあるかなと思います。でもそんなにヘッドをこうグッと落とすとかっていうことじゃないですよね。ないですね。あとは腕の力が入りやすいんですよね、立てた方が。だからより力が伝えやすいっていうのがあるので立ててる
イメージです。多分一般の視聴者の方はテイクバックって大きくした方がボールが飛ぶんじゃないのっていう感覚を持ってると思うんですよ。そうじゃない。いや大きくしてもいいんですけど、それがうまく伝えられるかどうかの問題で、ここで大きくしてこの辺で力入ったら意味ないんで、結局ここで力入りさえすれば大きくてもいいんですけど、この一瞬のことですよね。ここの構えてるところからやっぱりフットワークのその入りもすごく綺麗だし、もちろんボール出しのボールですからですけど、やっぱラリーとか試合のとこ見てても確実にこの、なんていうの、自分が力が入るとこだったりコントロールできるところでしか捉えないですよ。それができなかったらね、ちょっとスライスを使うとか、なんかここでちょっと引っ掛けるとかするけども、やっぱ通常の時のこの捉え方がもうあまりにもちょっと綺麗すぎる。抜群ですね。見とれちゃいますよね。見とれちゃいます。今ちょっとテクニックのことをこうやってもらったんですけど、その体幹のこのコアの部分、頭とか、そういうところって何かこう意識されてることってあります？いやもうバックは体幹がすごく大事で、まず右肩と右足が壁のセットなんですよ、僕の場合は。なんでここでもう打ってるような感覚、大げさに言うと、軸がここで打つんです。ここから下からこのひねりで、ラケットがどっちかというと後から出てきてで打つっていう感じなんで、フォアは逆にハンドファーストで先にちょっと手が出る感覚なんですけど、バックはもう完全にここの壁で打って。なるほど。それオープンスタンスの時はどうですか？こうやって構えた時も。オープンの時はもう少しここの左のお尻でちょっとひねり、完全にくるっとこう回る感覚。そうですね。ちょっと沈み込むぐらいでもいいと思いますね。ただこっちが逃げないで打つ。結構難しいんですけどね。バックのオープンは。ただ試合で見てると、よくこういうのありますもんね。こういう風に。その時に浮かないことが僕は大事で、こうやってその時ボール浮いちゃうともう絶対にフォアで打たれちゃうので、速くて低いボールが打てれば、次またニュートラルに戻れるという可能性が高いので、そこは意識。極力右足を出すようにはじゃあ心がけてるっていうことですね。特にバックはもうクローズスタンスが基本で、その後フォアと一緒でうまく回るってことですね。このね回るタイミングもね、早すぎたら当然ねサイドアウトするし。我々シングルハンドなんでこう回るっていう感覚がないんですよ。左手は必ず後ろに残っておかなきゃいけないんで、やはり片手と両手の違い、回るか回らないかっていうのが多分違いだと思うんですけど、基本両手だと完全に回って足がここまで来るっていう。片手だとやっぱりスイング型も大きいんで、これだけでも多分強いボール打てるんですけど、バックやっぱり両手はちょっとスイングの軌道がちっちゃくなるんで、その分足もより使わなきゃいけないので、このターンが大事になると思います。両手の選手だとよく言われるのが、右手の配分と左手の配分のその意識的なところはどうですか、豊田選手は。僕はあんまり気にしてないです。もうとにかくここ、別にその日によって左手強く持ってる時もあるし、右手だけで打ってる時もあるし、要はもうここが使えてれば、もう最高に調子がいいってことで。なるほどね。よくコーチで左手をこうもっと前にこう出しなさいっていうのは、感覚的には合ってるんですか、間違ってるんですか？合ってる。それは正しいこと思います。だけど僕はそこはあんまり意識してない。こだわってない。だからバックハンド見てると、あまり手のところがどうこうっていうのは、もちろん試合中とかね、なんかの調子がこうずれた時に合わせることはあっても、そこに一番先にこう意識がいってないんだよね。多分ちゃんと動くことだったり、こうしっかり入ることの方が優先されてるっていう、もうまさしくこの選手だからこそですよね、それが。でもだからこそバックが調子崩れないかもしれない。崩れない。フォアだとやっぱり手でどうにかしちゃうとして感覚で崩れちゃうことが多いんで。だって試合でバックハンド調子悪かったとこ見たことあります？だって試合やるとき狙わないもん、バック。だってバック狙ったらとんでもない、いやとんでもないっていうのは、その威力はもちろんフォアのがあるかもしれないけど、軌道とかぶれないなと思うから、だから大事な時セカンドサーブバックに打っちゃダメよ。添田選手相手には。普通に返されてストローク戦でやられちゃうんだから。そういうパターンになっちゃうから混ぜなきゃいけない。そう、相手としてね。相手としてはそれぐらいバックハンドのこの両手のレベルが高いです。Subscribe, subscribe, 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 subscribe. まず普段普通に打ってるやつでいいです。
ここでいいです。いやこのタイミングの取り方なんかもね大事ですよね。おお、すごい。ラストお願いします。まあもちろんね、両手打ちの選手でねこれをやる選手は結構最近やっぱいるじゃないですか。僕一番最初に見たのはマルセオ・リオスなんですよ、僕ら世代の、リオスがもうこの左利きなんで、こっちでピョンってもうクレーコートでうまく打ってたのを見て、あ、そんな使い方できるんだと思って。今ジャックナイフやってもらいましたけど、多分視聴者の方が一番かっこよく打ちたいショットの一つだと思うんですよ。なるほどね。特に両手ね、両手では高いところってやはり処理しにくい、まあそこをちょっと感覚的に、まあ、視聴者の方多分一番気になるところだと思うんですよ。タイミングどうですか？どうやって打つのっていうタイミング、弾んでからジャンプぐらいでもいいかもしれない。まず左足は前、左足は浮いてる。あんまそんな細かいこと考えてないであんまり僕は使わないんですけど、やっぱりどうだろう、左足がうまく使えないと絶対に成功できないんで、なるほど、このね、なんかね、前出して引くみたいな、まだこれはでもちょっとフィジカル的な要素って結構高いんですよ、だから一般の人やる場合は、よくウォームアップして、コート外でトレーニングしてやったら方がいきなりやるとちょっとかっこ悪いことになっちゃう。なるほどね。まあ軸をキープしなきゃいけない、まあ下半身と上半身ひねって戻すっていう、まあ筋力がちょっとね、ないと難しいと思うんですけど。なんでまあできる人はやっぱりこの左足のこう振り子を少し使うのが大事。試合でどんな場面で使います？やっぱチャンスボールですね。チャンスボール。もしくは相手が高いところ深く打ってきた時に上から下がりたくない時にちょっとジャンプしなきゃいけない。これ我々できないですもんね。そう、片手なんでね、ちょっと難しいです。それやるとおかしなことになっちゃうから、やっぱあれですか、左手をちょっとこうかぶせるとかは、この場合は左手が大事かもしれないです。結構ここはあんまりこっちの壁は使えないことが多いんで、やっぱりここの左手が特に大事かな、この場合は。後ろから見てるとさっきね、普通のバックハンドよりもバックハンドの時の方がもっとこう面がグッと押し出す感じだったけど、このジャックナイフの時はやっぱ左手がグッと先行されて、ラケットヘッドがしっかり回ってきてるんですね。この辺のテクニックはコースによって変えるっていうことですね。なるほどなるほど。でも素晴らしい技術で大切なことですね。特にやっぱこう弾んでくるときはね、すごい嫌なんです。やっぱりバックの高いところって難しいので、いくら両手でもね、ここに弾まされるっていうのはやっぱり嫌なことなんでね。ちなみにスライスは片手、両手、片手でやってます。まあそこはこう勝利する感じ。まあ高尾さんをちょっとイメージして、ちょっと右肩をより顔に近づけて、まあもうこういうアウトインみたいな感じ。前に押すというよりかは、まあ前に押すと僕の場合はちょっとこう伸びすぎちゃって回転もかけれないので、もうここが僕は斜めに切っていくのがいいのかなと思います。やっぱあれですか、遠いボールだったり、こう浅くなって低いボールの時にうまく使うという。そうですね。極力打てるならこっちで打ちたい。今は特に意識してます。意識してる。やっぱりスライス構えると前出てくる選手が増えてくるし、次もう回り込まれたらまた走んなきゃいけないんで、こうやって両手で打っとくと相手はやっぱり回り込むのをちょっとやめる場合があるんですね。ちょっとプレッシャー与える意味で、なるべく両手でスライス使わないようにしてます。僕はね、すぐ横着しちゃうんですよ。すぐちょっとこう横着してすぐスライスに逃げたくなっちゃう。そうなっちゃうね。まあちょっと王道の両手バックハンドだったんですけども、視聴者の方もちょっとイメージを良くして、練習でちょっと繰り返しやってもらって今の感じをこう掴んでもらったらいいかなっていうふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。
Sorry ちょっと高い方がいいのか。はい。ちょっと高い方がいい。 Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!